はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月10日魚座で起きる新月から3月25日の満月月食までの流れを見てみたいと思います。よろしくお願いします。今ちょうどねお誕生日を迎えている方もいらっしゃると思うのでおめでとうございます。はい、それから占星術とかタロットにご興味のある方は私の方でメンバーシップをやっていますので、よろしかったら概要欄から詳細ご覧ください。本当に勉強したいという方はちゃんとね体系づけられた動画があるんですけれども、メンバーシップの中だけでも300本以上の動画は全部見放題になっています。そしてオフ会もやりますし、リアルの勉強会もありますので、ぜひ皆さんのご参加もお待ちしております。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ラーズ。はい、そしてペンタクス5、ソード3、戦車逆、ソードの2、カップ9、ワンド3逆。気をつけることや対策はソードのページとカップキングです。オラクルはソード10です。そうですか、濃い2週間ですね。お誕生日を迎える頃っていうのは、まだ迎えてない方も迎えた方もね、いろいろやっぱり運勢が強いですね。光をたくさん浴びて見たくないものまで出てきたり、むしろ何かを浄化するためにいろんなものが浮き上がってきたりっていうことで、いろんなことがあります。でそれはでもそうした方がこの後いいよっていう流れで必要で起こっていることなので、それがいいとか悪いとかっていうよりも、自分に起こっている全てのことを今必要で起こってるんだなと思って捉えてみてください。周りに飲まれるっていうのではなく、こっちが中心で、自分が中心でこの状況を乗りこなしてるんだと、いいことも悪いことも含め自分はこの楽しんでこの人生を生きてるんだっていうふうに思ってみてほしいんですね。そしてまず入り口としてやっぱりこの新しいきっかけとしてはね、この3月とか新月から魚座の皆さん、じゃあもう私はこういうふうにするわとか、もうどんな願い事でもいいのでこうしたいなっていう意図を立てていただくととってもそうなりやすい。そして今願っていることはやっぱり人間関係を豊かにしたいのかなっていう感じがあります。もしくは今すでにそのいい関係があるとか、もっと仲良くなりたいとか、新しく関わっていきたいみたいな思いがあるかもしれませんし、そういうチャンスもあるんでしょうね。ただそう望む力が強ければ強いほど、ちょっとでもうまくいかなかったらガーンってなったりとか、好きな人であればあるほどその好きな人の言葉に一喜一憂してしまいやすいですよね。そんな感じでとっても心がナイーブになってるなって感じがします。そしてうまくいきたいと思ってるのになんか余計な話が入ってきてるっていう感じもあったり、その人が誰かと仲良くしてるとか、そういうのでちょっとやきもちを焼いてみたりみたいな、そういう、ジェラシーって別に恋愛関係だけじゃなくてもね、ビジネスの中でも起きたりしますよね。そういうのがちょっとあるのかなって感じがしました。ただですね、ちょっと注意していただきたいんですけども、まず大前提として、自分は他者に必要とされていないとか、あの人は私よりもあっちの人を大事にしてるとか、そういったことっていうのは相手の言動が悪いわけではなくて、自分が自分に価値を置けていないからこそ感じることだったりするんですね。で今ちょっとカードが出ているのは、もしかして今せっかくいいタイミングなんですけれども、もしかして今自分のことを自信を失ってませんかみたいなカードが出てます。自分の価値を忘れてませんかみたいな。本当は別に誰に認められるわけでもなくね、今こうやっていることに素晴らしい奇跡なんですけれども、あれができてないとかこれができているとか、お金がどれだけかかるとか、そういったことで本来の自分の良さを見失ってませんかみたいなカードが出てますよ。これ前も出てましたっけ。なのでそういうちょっとナイーブなハートになってるからこそ、他の人の言動に響きやすくなるっていうのがあるんですね。特に今この魚座で起こる新月っていうのは、他者とのね関係性もちょっとボーダレスになって分かりにくくなったり、よく言うといい意味で感化される、いい意味でいい風に引っ張られるってこともあれば、
他者の言葉に惑わされて自分を見失うということもあったりするので、まずその後者のですね、他者の言葉に引っ張られて自分を見失うということはしないように気をつけてください。自分は自分の良さがあるっていうねことで思っておいてくださいね。そしてなんとなくその自分に自信があるという自分から湧いてくる気力が少し低下している感じがして、何かを一生懸命やっていこうというよりもちょっと無理に動かずにミニマムでいこうみたいな感じもあります。もしねお体がしんどいとかでちょっとあんまり無理したくないなという方はもちろん無理しなくていいんですけども、気持ち的にだと思います。これはね気持ち的になんとなくあんまり無理に動かないでおこうみたいな感じがあるかもしれませんね。ちょっとこっちにしよう。ちょっと見てみますね。やっぱり何かね自分がこれからやっていくことに対してその永久性の保証がないみたいな感じがあって、今までだったら別に今やりたいんだったらやればいい、それが続かなくったってそれは今やることに価値があると思えたのが、何か今からやることってとっても価値がないとやっちゃいけないとか、永続性がないと無駄になるとか、だからそういう何かを疑うような気持ちっていうか慎重になりすぎてるのかなって感じがありますが、でも先ほど言ったみたいにネガティブなエネルギーを感じやすいですが、同時にプラスの言葉とか気持ちいい人との波動調整とかそういうこともできたりするので、ぜひねいい話を聞くようにしてください。妬みとかそういう人の不幸話で自分を慰めるというよりは、人の嬉しい話、ほっこりする話を聞いて心を整えるっていう風にしてください。すごく感化されやすい時ですからね。そして自分の気持ちをきちんと、保つ、これ以上傷つかないようにとか、これ以上無理をしないようにということできちんと保つことによってパーッとね開けてくるみたいなのがあります。急に喜び入ってくるっていうのがありますので、その無理に動かないっていうのが逆にいいのかもしれないですね。動き回って疲れてっていうよりは慎重になって様子を見ることによって巡ってきたみたいな。ただこれ結構魚座さんの特徴じゃないかと思うんですよね。結構火の星座とかね風の星座の人っていうのはガンガンに動いて失敗しようが前に進むみたいな感じだと思うんですけど、魚座の皆さんってちょっと待ちの状態でいいものが来るかゆっくり待とうみたいな、待てる方が多いんですけど、待ってたら本当に来たみたいな感じがあるので、無駄に動かずに自分らしくある努力をしてそこにいることによって喜びが入ってきたって感じがします。でこの喜びが入ってくるっていうのは他者からもたらされるというよりは自分の中から湧いてくる気づきとして起こるような気がします。ここで忍者も出てるので深く自分のことを見て自分の癖を知って、私ってこういう傾向あるよなとか、今ってきっとこうなんだろうなっていうふうに自分で内省することによって、そうかもみたいな大きな気づきになり、それが自分のまたやる気を盛り上げるような、そういう気づきなんですね。だけど今すぐはまだ動けないみたいな感じもあるので、何か気づきの中ですごく希望が持てる。実際の行動とか現状はまだ変わってなくても、意識の中でこうすれば大丈夫なんだっていうヒントが見えるとすごく人って明るくなりますよね。解決策が分かるだけで。そんな感じでものすごく急に解き放たれるみたいなのがあり、そしてこれで未来は大丈夫だみたいな安心感に包まれてます今ね。だけどやっぱり現実はあまり動けない感じがするんです。やっぱりオラクルがソードの10なので、まず一つはねやっぱ体調気をつけてくださいねっていうのがあって、風邪をひかないようにとか、またインフルエンザとか流行ってたりするので、そういうのを気をつけてくださいっていうのもありますし、フィジカル的にね、また別の意味でやっぱ自分を責めないっていうことですよね。これ誰か身内の人に傷つけられてるっていう意味でもあるカードなんですけど、それだけじゃなくてやはり自分で自分を否定するとか、自分で自分もうこんな自分やだみたいに思いやすい時なので、それに注意です。そうだね
さっきもね言ったように自分の価値ちょっと見失ってるかもしれないので、もうわずかなことがきっかけで、本当にちょっとしたことがきっかけでプラスにも転じるし、気分って変わったりするので、自分でどんどん追い込んで落ち込んでいくというよりは、どこかで踏ん切りをつけていい波動を受けて上がっていってくださいね。そしてちょっと対策見ようかな。やっぱり誰かの言葉を疑う時っていうのは、やっぱ自分自身があんまり調子が良くない時ですよね。なので今調子悪いのかなって思っててもいいかもしれないです。自分の体調面において。まだそうね、アイデアとか直感とかヒントはすごい来る感じです。本来持ち合わせてる感覚を使って、五感を使って、あれはこういうことかな、あれかなっていうふうに考えてることによって、じゃあこうしたらいいんだ、じゃあこんな可能性があるんだ、じゃあこうなったらこうしようみたいなアイデアはすごく湧いてきます。でそれによってもしかしたら救われる、もうピーンってくるようなねアイデアが来て安心するっていうのもあるかもしれませんね。ただね、やっぱり一番のねオラクルがソードの10なので、体には気をつける、そして自分で自分を責めない。お月さんが出てるので、もしかして今考えてることって本当にその意識の中だけのことかもしれないよみたいな、現実になるっていうことではなく、自分が体がしんどいからどうしてももやもや考えてしまって、そして起きてないことも想像しちゃって、そうなったらどうしようって言ってどんどん負の連鎖で入っていくんですけど、状況ってねあっという間に変わるんだよっていうふうにカードが出てるんですね。もうあっという間に変わるんです。でもこうなるには自分なりに気づきを得たり、なんていうかな、自分なりにその負の思考をストップさせなきゃいけないんですね。何かが変えてくれるっていうわけじゃないので、自分で体を健康に保つ努力をしたり、考えがぐるぐるしてると思ったら考えないっていうふうに、考えなくても済むように行動するとかっていうふうにして、そうすることによって状況はすぐに変わります。特にこの3月10日って今ちょっとナイーブな時なので、もし考えることがたくさんあったりもやもやすることがあっても、それはそれとして、じゃあこれから私はこうしたいみたいに意図を立てることによって体を整えヒントを得ていくっていう感じです。ちょっとねセルフセラピーカードも見させてください。セルフセラピーカードどうしたらいいの、大野さん。やっぱね、自己犠牲はやめてくださいっていうカードが出ています。これ復讐のカードなんですけど、どうやって復讐するのって言った時に、自分を犠牲にして復讐するっていうカードなので、もう絶対に自己犠牲はやめてください。いいですか？そして自己犠牲なんかしたくないですよって思ってると思うんですけど、気づかないうちに自分を犠牲にしてることって多いと思うんですよね。例えばですけどすごく気分が落ち込んでるから暴飲暴食するとかっていうのも、自分の体を痛めつけてることだったりもするので、自分に優しく自分を認めるっていう風にしてください。どうしたらいいの？チョイスということで、やっぱりね、気持ちも行動も自分の選択である程度選べます。どうしようもないわけではなく、自分の選択で選べるって思っておいてください。でも選び放題ですから、この新月なので、自分に優しく自分にプラスになる方を選んでくださいね。アイデアは湧いてくるわけですからね。そしてこの2週間で得られることはフリーダムということで、思考から自由になれますね、これで。もしくは自分の行動癖、いつも同じパターンを繰り返していたっていうことも、そこから外れられるよっていうふうに出てるので、これは選択によって外れるんだと思います。そして最後はこれですね。ピース、幸せ、平和、自分の中心に戻れます。大丈夫です。自分の中心に戻ったら、それは宇宙とつながってるから、自分のエゴではなくそんな不安とかね、そういうのではなく、もう生命の源泉につながって安心するっていう形になると思います。
はい、ということでここまでにしておきます。ちょっとお仕事とか現実的なねことは皆さんの状況に合わせて今のお話を置き換えて考えてみてください。ということで次回は3月25日までにまた次の動画をアップします。何かしら良かったよとか分かりましたっていう方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。それではいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。